ふわふわしっとりなレモンケーキを作りました。こんにちは、料理研究家のゆかりです。このチャンネルはいろんな料理のレシピ、そして役立つ情報をご紹介していくチャンネルです。ぜひチャンネル登録して楽しんでみてください。今日はレモンケーキを作りたいと思います。はい、ということで今回はこれからの季節にぴったりなさっぱりとしたふわふわで美味しいレモンケーキを作っていきたいと思います。綺麗に焼き色をつけて、さらに型から取り出しやすくする方法もご紹介していきます。材料は手軽で作り方もすごく簡単です。ぜひ最後まで楽しんでみてください。それではどうぞ。それではまずはじめにレモン生地の材料からご紹介します。材料はこちらです。薄力粉、アーモンドプードル、ベーキングパウダー、卵、無塩バター、グラニュー糖、レモン汁、レモンの皮。レモンケーキの生地はこちらの材料で作っていきます。まずね、今回のレモンケーキに使うレモン汁とレモンの皮なんですけれども、こちらね、生のレモンを使っていきます。このレモンはですね、皮ごと使えますので、必ず皮ごと使える防カビ剤が不使用のものか、または国産のレモンを使うようにしてください。そしてトッピングに使う材料はこちらです。粉糖、レモン汁、レモンの皮、ピスタチオ。トッピングはこちらの材料でしていきたいと思います。トッピングのこの量なんですけれども、作りやすい分量で作ってます。なので少し余ると思うので、残ったものに関しましてはクッキーにつけたりとかね、お好みで早めに使ってください。そして今回はこちらのレモン型を使っていきます。もしね、こういった型がない場合はマドレーヌのカップとかそういったものを使っていただいて OK です。こちらの型を使う場合はこの内側にバターをね、塗っておきます。はい、こんな感じです。少しね、オーバー気味にバターは塗っておいてください。で、このバターはですね、焼いた後に生地が取り出しやすいようにこのようにバターを塗ってるんですけれども、さらにここに薄力粉をまぶします。そうするとね、焼き色もまんべんなく綺麗になって簡単に型から外すことができます。ただですね、今この状態で薄力粉を振るってしまうとバターに薄力粉が馴染んでしまってあまり効果が出ないので、一度バターを冷やして生地を入れる直前に薄力粉を振りたいと思います。なのでこちらは使うまで冷蔵庫で冷やしておいてください。それでは続いてレモンの準備をしていきます。まず今回レモンの皮も使うので、レモンの皮を削っていきます。こちらね、グレーターというものなんですけれども、これは100円ショップにも売ってるのでぜひチェックしてみてください。ではね、レモンの皮を削っていきます。はい、 OK です。だいたいね、半分ぐらいの皮を今回使っていきます。こちらの皮の量はお好みで変えていただいても OK です。で、レモンの皮はね、トッピングにも使うので、そちらも皮を削っておいてください。では続いてレモン汁を絞ります。こちら先ほどね、皮を削ったレモンを半分に切ります。そしてレモンを絞ります。はい、 OK です。そうしましたらこちら茶こしでこします。こちらのレモン汁は生地に小さじ2杯、あとはアイシングに大さじ1杯使うので、そちら計量しておきましょう。では続いて粉類を混ぜておきます。ボウルに薄力粉、そしてアーモンドプードル、あとはベーキングパウダーを加えます。そしたらこちらをよく混ぜましょう。はい、 OK です。粉類はこのようにあらかじめふるっておきましょう。それでは生地を作っていきます。まずはじめにこちらのバターを溶かしバターにします。電子レンジ 600W で30秒加熱しましょう。はい、温めました。そしたらね、まだ塊があるのでこれをよく混ぜて完全に溶かしバターにしてください。はい、バターの準備はこれで OK です。続いて卵を泡立てます。泡立てる時はですね、ボウルを湯煎に当てて、そして泡立てていきます。卵を割り入れます。まだ何も入れない状態でだいたい20秒ほど泡立てます。はい、 OK です。で、全卵で泡立てる時はこのようにね、湯煎に当てながら泡立てていただくと泡立ちが良くなります。で、このぐらい泡立ったらグラニュー糖を全部入れます。こちらをですね、ハンドミキサーの高速でだいたい2分ほどですね、ふわっとするまで泡立てていきます。はい、 OK です。これぐらいですね。柔らかい角が立ってすぐ折れるぐらいですね。そしてゆっくりその筋が消えるぐらいです。そのぐらいまでふんわりと泡立ててください。で、そしたら最後ね、低速で泡立ててきめの細かい生地に仕上げていきます。はい、 OK です。今低速で泡立ち終わりました。
そうすると先ほどよりもとても滑らかできめの細かい生地になります。卵はこれで OK です。こちらは湯煎から外します。それではふるっておいた粉類を加えていきます。このタイミングでオーブンを170度に予熱し始めてください。ではふるっていきます。そしたらふわっと混ぜましょう。下からすくい上げるイメージでね、ふわっと混ぜていきます。はい、このように粉っぽさがなくなれば OK です。でここでね、あんまり混ぜすぎてしまうとふっくらと膨らまないので、混ぜすぎには注意してください。それではここにレモンの皮と、あとはレモン汁を加えます。そしてまたふわっと混ぜましょう。はい、 OK です。このようにレモンの汁気がなくなるまでふわっと混ぜてください。そうしましたら最後こちら溶かしバターを加えます。そしてこちらもね、ふわっと手早く混ぜていきます。ボウルを回しながら、ゴムベラをこうやってね返しながら混ぜると綺麗にふわっと混ぜることができます。はい、 OK です。こちらも先ほどと同様にバターの液がしっかりと生地になじめば OK です。でね、今生地の硬さはこのぐらいです。タラタラタラーと生地がつながって流れ落ちるぐらいですね。このぐらいの硬さになります。レモンケーキの生地はこれで OK です。今からね型に流し入れるんですけれども、こういった注ぎ口がついてるものに入れ替えていただくと入れやすいと思います。でこういったね注ぎ口がついた容器がない場合はスプーンなどを使って入れてください。ではね、入れ替えます。はい、これで OK です。それでは冷蔵庫から型を取り出してください。先ほどのバターがちょっと固まってるの分かりますかね。そしたらこの上に薄力粉を振ります。でこうやっていただくことでね、先ほども言ったんですけれども、薄力粉とバターが馴染むことなくね、綺麗に仕上がります。はい、でこのようにまんべんなくかけたらこちらの粉を払います。はい、 OK です。このように薄くね薄力粉をまぶしてください。それではね、生地を流し入れていきます。はい、 OK です。で今回の分量でいくとレモン型6つ分になります。それではこちらを170度に予熱したオーブンで15分焼いていきます。はい、焼き上がりました。このようにねふっくら美味しそうに焼き上がってます。それではこちら型から取り外したいと思います。取り外す時はですね、クッキングシートを上にかぶせます。そしてやけどしないように裏返してください。よいしょ。はい、このように綺麗にふっくら焼き上がりました。そしたらこちらケーキクーラーの上に置いて、乾燥しないように上にふわっとキッチンペーパーをかぶせて粗熱を取って冷まします。それではトッピングのアイシングを作ります。粉糖の中にこちらレモン汁を加えます。そして混ぜましょう。はい、このように粉っぽさがなくなって滑らかになれば OK です。それでは今からトッピングしていきます。この表面にアイシングをつけます。ポシャッとして全体につけます。そしたらレモンケーキを揺らして少しアイシングを取ります。はい、 OK です。このようにコーティングしてください。それでは残りも同じようにアイシングをコーティングしていきます。はい、アイシングがコーティングできました。続いてピスタチオをトッピングしていきます。そしてレモンの皮もねちょっと添えたいと思います。はい、これで完成です。ではこのまま乾かします。はい、これでレモンケーキの完成です。こんな感じに仕上がりました。レモンの香りが漂ってふっくらと美味しそうに焼き上がってます。それでは早速いただきたいと思います。いただきます。美味しい。レモンの香りが口の中にすっごく広がってとても美味しいです。そしてふわっふわ。そしてね、この上のアイシングがちょっとねパリッとしてて、それも食感のアクセントになってます。美味しい。レモンの香りと酸味が効いててすごく美味しいです。は
はい、ということで今日も美味しく仕上がりました。今回のレモンケーキのポイントです。まず今回レモンケーキということで、レモン型の型を使いました。こちらはですね、100円ショップなどで売ってるマドレーヌの型とかそういったものを使っていただいても OK です。レモン型の型を使うときは、まず内側にバターを塗って、使うまで冷蔵庫で冷やしておいてください。そして使う直前に薄力粉をふるって、その後生地を流し込んで使うようにしてください。そうするととても綺麗な焼き色に仕上がります。そして卵を泡立てるときは、今回ね、全卵で泡立てているので湯煎に当てていただくと泡立ちが良くなります。そしてその後粉類を入れるんですけれども、こちらの粉類は一番初めに全部混ぜて、そして加える時にふるって加えるようにしてください。あとはレモン汁、レモンの皮、溶かしバター、こちらを入れてふわっと混ぜるようにしてください。でこの混ぜる時の目安なんですけれども、液体がきちんと生地に混ざるまで混ぜるようにしてください。ここでね、混ぜすぎてしまうと膨らみにくくなってしまうので、混ぜすぎには注意していただけたらと思います。あとはですね、もう型に入れて焼くだけなのでとても簡単に作れます。そしてレモンケーキが焼き上がったらすぐ型から取り出して冷ましてください。で取り出す時はですね、やけどに十分に注意して取り出していただけたらと思います。そして上に乗せたアイシングです。こちらのアイシングなんですけれども、量が多くないとつけにくいので少し多めに作ってます。なので余ると思うので、余ったものに関しましてはお好みで他のおやつなどに使っていただけたらと思います。で最後ですね、上にピスタチオとあとはレモンの皮を乗せました。こちらはお好みで OK です。材料は手軽で作り方もすごく簡単です。とても美味しいのでぜひ作ってみてください。はい、ということで今日はレモンケーキを作りました。私のチャンネルでは他にもたくさんいろんな動画を配信してます。ぜひチャンネル登録して楽しんでみてください。そして Twitter、インスタ、Facebook、TikTok、こちらにもいろいろアップしていますので、ぜひいいね、フォロー、シェアしていただけたら嬉しいです。よろしくお願いします。ということで今日はこの辺で終わりたいと思います。本日も最後までご視聴いただきありがとうございました。ぜひグッドボタンもよろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。